今回はですね、ボディのご紹介になります。僕が常用しているこのソニーの α9 です。申し訳ないんですが、今はですね α9-2 というねボディが、また新しくね上位機が出てきてしまっているので、そちらでないのはちょっと残念で申し訳ないかもしれない、そういうふうにね思っておられる視聴者の方もいるかもしれませんが、僕としてはですね α9 のまま使ってます。2にするまでもちょっとねなかったというのが判断ですので、そういった意味でね今日この α9 なぜ僕がね未だにまだ常用して使い続けているのかとか、なぜこの機械をね導入したのかっていう解説もちょっと含めてねしていきたいと思いますが、まず見てください。この α9 にシグマの MC11 というマウントアダプターをつけて、でキヤノンのレンズを返するんですが、僕の場合ねやはりねどうしても建築写真を撮るときにはですね、この今ついているシフトレンズっていうんですが TSE17mmF4 っていうね、F4L というねレンズを使うので、どうしてもマウントがこのキヤノンさんの EF マウントでないといけないもんですから、今回この α9 にもですね α7 とか α7R とかともうみんな同じようにねマウントアダプターをつけますが、僕はこのシグマの MC11 ではなくてメタボンズのマウントアダプターを使ってます。なぜかというとシグマの MC11 なんか1年もしないうちにぶっ壊れてしまったんですよね。で、それで致し方なくじゃないですが、こっちの方がね信頼性があって、僕はメタボンズのこのマウントアダプターを使っている次第なんですが、この α9 ちょっと今バッテリーグリップがついて、リアリーライトスタッフのこういう L 型のプレートがついている状態に今なってます。これちょっとねまず外してみたいなと思いますが、これで外します。こうするとバッテリーグリップと本体とだけの状態と、あとマウントアダプターと TS のレンズの状態がこれです。こういう感じね。はい。バランス的にどうですか皆さん。そんなに違和感ない感じに思えるんじゃないでしょうか。正直言って α9 のいいところでもあるんですが、ちっちゃすぎるというのは我々プロからすると、例えばこれいやらしい話なんですが、お客さんの前でね撮ってる時にあまりにもちっちゃいカメラで撮ってるっていうと、なんかプロとしての威厳じゃないですけれど、そんなちっちゃなカメラで大丈夫なんですかっていうふうに思われてしまうので、あえて大きく見せるっていうことはね、僕一つの価値観としては重要かなと思っているので、必ず常に僕はバッテリーグリップをつけて、さらにこういう L 型プレートをつけるようにして撮影をしています。で、これちっちゃくなる、どこまでちっちゃくなるかって、これでバッテリーグリップを外すとですね、こうなってしまいます。ここまでいくとちょっとなんでどうでしょう、アンバランスな感じが、こういう状態。はい、めちゃめちゃちっちゃいですね。ちなみに僕がもう一台持っている S1H とちょっと比べてみましょう。こんなに違います。同じミラーレスね一眼カメラなんですが、こんだけ大きさが違うという。この α9 有効画素数はこの S1H と同じ約2400万画素ですから、撮れる解像度っていうのは一緒です。しかもフルサイズなんですよね。いわゆるレンズの画角がそのままの画角で撮れるというものになります。一般的に APS-C サイズだとかね、DX フォーマットなんてよく言う、そういったセンサーサイズだと、いわゆるカメラのレンズの焦点距離かける 1.5 倍とか 1.6 倍で、マイクロフォーサーズのセンサーだと2倍とかねしないといけないんですが、この α9 っていうのはフルサイズを使っているので、そのままのレンズの画角の焦点距離のサイズで撮れるという、そういったものになります。で、これだけのちっちゃなねボディなんですが、どんな性能機能かっていうとですね、この α9 最も優れた性能が連写です。秒コマ20コマですね。それからですね、シャッタースピード32000分の1というねシャッタースピードで撮影が可能で、僕自身建築を撮る人間なので、建築なんて動かないじゃないかってね皆さん思われるかもしれませんが、それでもですね建築物
スの中に人物を入れて撮るっていう、僕はライフスタイル撮影なんていう言い方をよくするんですが、そんな時にはα9 を使うと、やはり非常に動き物にとっては有効な性能のボディなので、非常に使い勝手もいいですし、面白い絵が撮れるというふうにいつも思ってます。ボタンスイッチ操作のね、ちょっと説明をしたいと思います。まず、電源はここ、シャッターボタンのところに、回転式でついてます。これでオンになります。こちらでオフですね。はい。ここにですね、露出ダイヤルがついてます。ここでプラマイゼロですね、ここがね。で、こっち、左に回すとプラス側になって、右に回すとマイナス側になって、それぞれマイナス3からプラス3というね、露出の幅が設定できるようになってます。で、あとここがモードダイヤルがついてます。A、P、オート。で、動画モード。で、321。で、これがマニュアルモード、シャッタースピード優先、絞り優先、プログラムという風にね。で、これは、ただこれだけだとね、誤作動にならないように回せないようになってるんですが、真ん中のボタンを押して初めて回転できるようになってます。で、あと前にこのね、ダイヤルと、後ろのこのダイヤルと。で、あとですね、α9 の大きな特徴とすると、多分ソニーの α7 シリーズにはないものがこれです。連写が売りのマシン、ボディになっているので、ここにですね、ダイヤルがシングルショット、それからハイスピード連写素モードと、ミドルとローというダイヤルが切り替えがここについてます。あとはタイマーとブラケット撮影ですよね。で、あとはこの下にですね、AFC、AFS、あとマニュアルという方のフォーカス設定のダイヤルがここにもついているということになるので、こいつはもうダイヤルで回して調整できるというのが大きな特徴になっています。じゃあ背面のボタンをね、ちょっとご説明していきたいと思いますが、露出の回転ボタンがあるって言いましたが、その下にあるこのね、ダイヤルと AEL、AF オン。で、これは動画用のスタートボタン。で、ここにジョイスティックついてます。で、ファンクションボタンとあって、上部ダイヤルがついていて、真ん中がこうね、決定ボタンかな。で、その下に、再生ボタンとゴミ箱ボタンという風になっている状態。で、ここの上に、メニューボタンと C3 のボタンがついている状態になりますね。これね。で、バッテリーグリップも僕の場合つけて撮ってます。で、これもですね、ここにジョイスティックがついています。で、F ボタンがあって、ここにもダイヤルがあって、で、これに AEL ボタンがあって、あとここ上にもですね、C1、C2 のボタンがついています。で、これはロックボタンですね。バッテリーグリップを使うときにはオンにして、で、シャッターの縦取り用の時のシャッターボタンがここについているという状態になっています。でね、これ、僕、ちょっと残念だったのは、これ塗装がね、剥がれるんですよね。剥げてくるんですよね。これね、バッテリーグリップのこっちもそうなんですよ。この金属部分だけです。ここは改善していただけるといいなと。で、ごめんなさい、α9-2 がもう改善されているならば、もうそれはそれでいいのでね、もし見ている方で、もうこれはね、改善されているよって知っている方がいたら、もしよかったら教えてください。液晶のご説明をしたいと思いますが、これはね、結構やっぱりね、使いますね。便利です。このモニターとファインダーとのね、位置関係から、もうこのチルト液晶がじゃないと嫌だっていうユーザーも結構多いと聞きます。こうやって縦のこういう風なスライドしかしないんですが、使い勝手的な意味で言ったり、機能性の部分で言えばですね、動画を撮らない、スチル専門のね、カメラマンからしたらもう本当はバリアングルなくてチルト液晶で十分なんだよっていう解釈も当然ありますので、アルファのこのチルト液晶は対応させていただいてます。はい、一応こんな形で実際の α9 のねカメラ、昨日ちょっとご説明しました。で、シャッタースピード連写なんですが、聞こえますか？これは M モード。これは L。これ3段階になってます。はい、こういう状態です。
で、9-2が出たことによって考え方も見方もちょっと変わっていると思うんですが、当時新品で出た時にはね、もう40万を超えるような値段だったんですが、今は新品でもね、だいたい30万前半で買えます。33、4万ぐらいだったかな。中古だったらね、マップカメラさんで多分20万円後半で買えるんじゃないかな。26万、7万かな。それぐらいの、価格で今だったら手にできるボディですので、α9-2 っていうのはより報道カメラマンとかスポーツカメラマン向けにより性能がアップしただけですので、こういった連射スピードだとか解像度であったり、それ以外に関するものに関しては α9-2 とほぼほぼ僕は変わらない。ボディ形状がね、若干変わって、バッテリーグリップは確かに α9-2 のが持ちやすいとか、そういったこともあるんで、全てが全て言えないかもしれませんが、僕はね、α9 から α9-2 に買い替えるまでのメリットを今のところ感じてないっていうのが現実なので、このまま α9-2 を使ってます。で、皆さんにもですね、α9-2、そういった意味の価格的な面で言うと、非常にね、おすすめになりますので、結構ね、この α9 購入している人多いんじゃないかなと思います。アマチュアの方でもね、動くものを被写体を追っかけたり、飛行機撮るのが趣味だったりとかっていう人もいっぱいいると思います。そういった動き物を撮る時の、カメラボディとしたら、これがね、中古とはいえね、備品クラスで20万円台でできるということになれば、もう非常に価値のあるボディだなっていうふうには僕は思いますので、ぜひ皆さんね、そういった部分を考えながら購入していただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。